ドラマトンイにはチャンニョルワンフチョ氏は登場しませんが、ヒビンチャン氏やスクチョンについてお話しする際、重要な人物であるためお話を続けます。スクチョンの義理の曽祖母チャンニョルワンフチョ氏はナミンパに属しており、彼女に仕える女官の中にヒビンチャン氏がいました。ヒビンチャン氏はチャンニョルワンフとナミンパを後ろ盾とし、スクチョンの寵愛を受けて台頭します。しかし、ソインパのテビと対立することになります。テビはヒビンチャン氏を嫌い、彼女を王宮から追放するなど積極的に動きました。曽祖母のチャンニョルワンフとテビのミョンソンワンフが世を去ると、2番目の王妃とヒビンチャン氏の対立が表面化しました。このお話を聞いて皆さんはどう感じられたでしょうか。スクチョンからの寵愛を得た時点ですでにヒビンチャン氏がテビに嫌われる土台が出来上がっていたように思います。側室を持たなかった夫を持つテビにとって息子であるスクチョンが正室ではなく、しかも貴族でもない女官を寵愛しているという状況は納得しがたい思いを抱いていたのかもしれません。また、その女官がナミンパの女性であることもテビにとって受け入れがたい要因だったでしょう。このような背景からヒビンチャン氏の行動が本当に悪意に基づくものだったのか、あるいは政治的な対立の中で結果的に避けがたい運命をたどったのか、疑問が浮かび上がります。王妃の廃位に関与したことや呪詛事件といった行動も実は政治派閥の策略の一部であった可能性があり、歴史の勝者によって記録が偏っている点も考慮する必要があります。もし彼女の行動が息子であるセジャを守るための全力の努力であったなら、派閥争いの犠牲者となった側面もまた見えてきます。韓国ではスクピンテ氏は告げ口をした女性として知られているようです。しかしドラマトンイでは最下層の身分から側室へ上り詰めるシンデレラストーリーとして描かれています。歴史上の史実とドラマで描かれるキャラクター像には大きな違いがあり、それを知ると少しがっかりすることもあるかもしれません。歴史は様々な解釈があります。当時の背景や人々の生き方に思いを馳せることで、ただの物語以上の意味を見出せることがあります。
この物語を通して、もし自分が同じ状況に置かれたら、どのように行動するだろうか、と考えてみるのも興味深い試みではないでしょうか。学問は分類することから始まります。大量の情報を効率よく伝えるためには、体系的な方法が理想的です。歴史の授業では、時代区分ごとに紹介されるため、内容が似通ってしまいがちです。実際の人々の日常生活にどんな変化があったかや、その時代背景を知らずに政治的な変化だけを学ぶと、学びの本質を見失うことがあるかもしれません。一方で、ドラマは主人公の心情表現や俳優の演技、華やかな衣装など、視覚的にも楽しめる要素が多く含まれています。ただし、ドラマには創作部分が含まれているため、それを踏まえた上で歴史上の史実との違いを理解することが大切です。ドラマをきっかけに歴史への興味を深めてみるのも一つの方法ではないでしょうか。スクチョンの年表を読み上げます。1661年、スクチョンが誕生。6歳の時にセジャに作法。10歳の時に同い年の最初の王妃と婚姻。13歳の時にスクチョンが即位。水練調整を受けず直接国を統治。19歳の時に同い年の最初の王妃が皇居。キョンシンファン国が起き、難民を大量に追放し、ソインがノロンとソロンに分裂。この頃、21歳のヒビンチャン氏が王宮から追放。20歳の時に14歳の2番目の王妃と婚姻。23歳の時、聖母であるミョンソンワンフが42歳で皇居。25歳の時、ヒビンが27歳でスンウンサン軍を経て側室に。27歳の時、ヒビンが29歳で後のキョンジョンを出産。エワンテビであるチャンニョルワンフが64歳で皇居。28歳の時、キサファン国が起き、2番目の王妃が廃位。ヒビンの息子が1歳でセジャに作法。ミョンビンパク氏がスンウンサン軍に。29歳の時、ヒビンが31歳で王妃に。32歳の時、スクピンチェ氏が23歳でスンウンサン軍を経て側室に。33歳の時、カプスルファン国は起き、ヒビンがピンに降格。2番目の王妃が復位。
24歳のスクピンが後の四女を出産。37歳の時、ミョンビンパク氏が側室に。38歳の時、ミョンビンパク氏の息子が誕生。40歳の時、2番目の王妃が34歳で皇居。ヒビンは毒を賜る。スクピンは31歳でイヒョン郡にお引っ越し。41歳の時、15歳の4番目の王妃と婚姻。ミョンビンが逝去。50歳の時、41歳のスクピンと15歳の四女に母子で暮らすよう王命を下す。57歳の時、スクピンが48歳で逝去。58歳の時、ミョンビンの息子が20歳で逝去。59歳の時、スクチョンが皇居。スクチョンの家系図を見ていきましょう。スクチョンの在位は46年間でした。朝鮮王朝の歴代王のうち2番目に長い在位期間でした。2番目の王妃はイニョンワンフ民氏です。廃位後、復位した王妃です。4番目の王妃はイニョンワンフキム氏です。スクチョンとの年の差は26歳年下の王妃です。ヒビンチャン氏は廃位後、毒を賜りました。彼女との間に生まれた王子が第20代王ヒョンジョンになります。スクピンチェ氏との間に生まれた王子が第21代王四女になります。ミョンビンパク氏との間に生まれた王子がヨルリョン郡です。スクチョンは朝鮮王朝の王様の中でも政治的な才覚を発揮して王権を強化した王様として知られています。政治的なバランス感覚に優れ、巧みに政局を動かしました。しかし、王宮内では女性をめぐるトラブルが絶えませんでした。自分以外に男子がいない環境で育った影響もあったのか、独りよがりな一面も見られます。政治では手腕を発揮する一方で、家族間の葛藤に悩まされた王様というのが私の印象です。当院については以上となります。